さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、厚焼きのガナッシュがたっぷり詰まったクッキーサンド、こちらご紹介します。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。薄力粉と、ココア、粉糖、無塩バター、卵、これで作っていきます。はい、これサンドするクリームですね。チョコレートとバターと生クリーム、これで作っていきます。はい、じゃあまずこれ材料なんですけど、小麦粉、ココア、これ2つ必ずふるってください。これ小麦粉入れて、ココアですね。で、クッキーとか作るときに粉類が混ざってないと絶対失敗しちゃいます。なので、ここで必ずふるってもらうっていうのが一つポイントになります。はい、こんな感じで結構ね、ダマができちゃうんで、これを振るわないでそのまま作っちゃうと絶対失敗するんで、必ずふるってください。で、これ今1回ふるったんですけど、これ全然混ざってないんです。なので必ず2、3回はふるって準備しておいてください。この後ふるっておきます。はい、この後バターなんですけど、ちょっと大きめのボウルに移して、こうやって少し柔らかい状態にしておいてください。常温にしとけば大丈夫です。ここに粉糖ですね、お砂糖を全部入れます。で、クッキーとか作る時だけはグラニュー糖とかじゃなくて、こう細かい粉糖が向いているので粉糖を使ってください。グラニュー糖とかだとちょっとザラザラ残っちゃう可能性があります。クッキーは粉糖がおすすめです。はい、粉糖とバターが滑らかに混ざりました。こんな感じですね。結構柔らかい状態。ここに卵を入れていきたいと思います。はい、この後卵を入れるんですけど、卵は常温に出しておいてください。冷たいとちょっと混ざりづらいので、これは常温でお願いします。で、直接入れずに割って、で少し卵黄と卵白を混ぜるように溶いておいてください。で、1回で入れると多分ちょっと混ざりきらないと思うので、これも大体でいいんで半分ぐらいこっちに入れて、これを混ぜていきます。はい、これ卵半分混ざった状態ですね。これでまた卵を入れていきます。はい、これ卵入ったんですけど、これちょっと混ぜてもちょっと分離しちゃった状態、ちゃんと混ざってないです。でもこれでも全く気にしないでいいんで、ここにさっきふるった粉を合わせて混ぜていってください。はい、これ全部きれいに混ざりました。こんな感じですね。手につかない、うまく混ざった状態の生地は手につかないのがポイントです。で、これちょっと量が多いんで2つに分けて冷蔵庫で、ラップをくるんで保管しておいてください。ちょっと冷やすとこの後伸ばしやすくなるので冷蔵庫入れてください。入れておきます。はい、これラップ剥がしちゃったんですけど、さっき冷蔵庫で冷やしといた生地ですね。結構カチカチです。で、今日は皆さんに分かるように透明のフィルムでやるんですけど、クッキングシートとかで、こうやってサンドしてこれで伸ばしていきます。よくこう粉とかを打つんですけど、粉とかが入ると味変わっちゃうんで、できればこういうくっつかないシートで伸ばすと綺麗にできると思います。じゃあちょっと伸ばしていきます。はい、じゃあ伸ばしたやつカットしていこうと思います。もうフィルム一応一回剥がしといた方がくっつかないのでできます。まずちょっと端をきれいにして、こういうのを切るときにこうやって寝かせるよりこうナイフ立てた方が結構断面きれいに切れるんで、すごいおすすめです。で、必要なサイズに測ってちょっと切っていこうと思います。はい、これ170度で予熱しといてください。で、焼くのは160度で焼くので、予熱しっかりしといてください。
はい、じゃあこれ焼いていきます。はい、綺麗に焼き上がりました。この後サンドするガナッシュ作っていきます。これチョコレートに生クリームですね。もう全然刻む必要ないです。生クリーム冷たい状態で全部加えて、で、ラップをしてもらって、600ワットのレンジで、溶けるまでですね、何回かに分けて溶かしていきたいと思います。じゃあかけていきます。はい、これ今、レンジから出した状態ですね。結構あったかいです。で、完全に溶けてると思うんで、ゴムベラで混ぜていきます。でこうゆっくりゆっくり真ん中から混ぜていくと、中の方にあるチョコレートが完全にこう溶けてるので、少しずつ混ざっていきます。泡立て器じゃなくて、今回は口どけ良くしたいので、空気とか入れたくないので、ゴムベラでやってます。これ今全体じゃなくて真ん中から混ぜてる状態です。今これ分かります？めちゃくちゃ分離してるんですよ。こうザラザラで油がこう出ちゃってる状態。見えますかね？これで、失敗したって思うかもしれないんですけど、これちょっと水分が足りないだけなんで、このまま混ぜてって、全体が馴染んでくると、綺麗にツヤが出てくるんで、諦めずにこれ混ぜてってください。同じように真ん中から混ぜてると、大丈夫です。はい、これ今綺麗に混ざった状態です。で、ここでしっかり生クリームとチョコレートが混ざったら、残りのバターですね。常温に出しといたバターを加えます。で、バターを入れた方がもっと口どけがすごい良くなっていくので、今回はバターを入れたいと思います。もう直接全部入れちゃって大丈夫です。で、チョコレートの熱で溶けながら、こうやって混ぜてってあげる感じですね。で、バターがすごいキンキンに冷たい状態だと混ざっていかないので、必ず常温に出した状態で合わせていってください。はい、これ今全部が混ざり合った状態ですね。さっきこうすごい滑ってザラザラしてたんですけど、こうツヤがあってこうとろっとした状態ですね。これいい感じです。これを型に流して固めていきたいと思います。はい、これ型に流していきます。はい、これあとちょっと四隅に入るように少しだけトントンして、で、冷蔵庫で完全に固まるまで冷やしてください。はい、これ完全に固まりました。これ触っても火につかない状態ですね。これを外して、包丁でカットしていきたいと思います。はい、じゃあこれカットしていくんですけど、まずこれ紙を剥がします。これ完全に固まってると、これ綺麗に紙剥がれるので、普通に剥がしてください。で、ちょっとひっくり返して、はい、いい感じです。これをちょっと切っていきます。で、切っていくんですけど、包丁を少し温めて、これお湯ですね。お湯に入れて、これでタオルで一回拭きます。お湯の水気を取って、それでカットしていくと綺麗に切れるので、それでやっていきます。はい、これちょっとですね、やってもやんなくてもいいんですけど、2位のチョコレートって書いてあった材料のやつですね。これ、普通のチョコ溶かしただけです。で、さっき焼き上がったクッキーなんですけど、この後結構水分が多い、生チョコをサンドするんですね。で、この内側に来る部分、そこに、チョコレートを、こうテンパリングとか何も取らなくていいんですけど、こうやって薄く、こうやって塗ってあげます。そうすると、チョコレートって油なんで、生チョコの水分が染み込んでこないんですね。なので、めちゃくちゃサクッとした状態を維持できます。こうやって、ちょっと1層塗っとくだけでいいんです。これビターチョコじゃなくてもいいんですけど、こうやって塗っとくともうめちゃくちゃサク、中トロッとした状態になるので、ぜひおすすめなんでやってみてください。はい、できました。完成です。めちゃくちゃとろっとして美味しそうです。さあ、最後までありがとうございます。やっと完成しました。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ熱い。
これやばくないですか？こんな分厚いんですよ。ちょっと食べます。うますぎる。めちゃくちゃうまいですよ。これマジめちゃくちゃうまいんで、ちょっと作ってみてください。ポイントのおさらいですね。これ美味しくする方法2点だけです。サンドするガナッシュなんですけど、必ず綺麗にマヨネーズ状にツヤっと乳化するまで必ず混ぜてください。それさえすれば、もうツヤッツヤの生チョコ、この層の部分ですね、できます。あともう1個は、このクッキーの内側にこれチョコ塗ったんですけど、このポイントめちゃくちゃ重要です。今食べたんですけど、ずっともうザックザクの生地維持できるので、ぜひやってみてください。もうね、作れると思います。皆さんいつも最後まで見てくれてありがとうございます。いいねとチャンネル登録、コメント、ぜひこの3点セットよろしくお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。